ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。この動画は濃いめのガンダムオタクレ夢ムと、ライトユーザーのマリサがガンダムを解説していく動画だぜ。前回の動画が思っていたよりもずっと大勢の方に見ていただいて恐縮しているわ。1500再生もしてもらえて、コメントもたくさんもらえて嬉しいのぜ。さて、今日はレインエイムの。ごめんマリサ、その予定だったのだけど。さっき気になるコメント見つけちゃって。どんなコメントなんだぜ？全然興味ない方と一緒に見た、という視聴者さんがいらしてね。おう、興味ない人と。その興味ない方の感想が、ドキドキ。大体ストーリーは分かったでもなぜテロに走ったかが分からなかったそこのとこ説明不足。グーの根も出ないんだぜ。この書き込みをしてくれた方はフォローしてくださっているのだけども、私はね、マリサ、一人でも多くの人にガンダムを愛してもらいたいのよ。好きになってもらいたいのよ。おう、気持ちはわかるんだぜ。それでね、ここからは私個人の意見とか、考えでしかないんだけども。何もないところからその作品を好きになってくれるのに必要なものはズバリ主人公を応援できるか否か、だと思うのよ。わかるような、わからないような、なんだぜ。単純な話よマリサ。子供の頃を思い出してほしいのだけど。アンパンマン頑張れーとか〇〇ライダー頑張れーとか、主役や仲間たちを好きになって、応援してみんな作品の中にのめり込んでいったはずなのよ。そう言われると確かに、なんだぜ。だから最優先でやることは主人公のハサウェイをいかに好きになってもらうかいかに応援してもらうか、なんだと考えたの。確かになんだぜ。いや待つんだぜレイム。ハサウェイはテロリストなんだぜ。しかも民間人を巻き込んでるんだぜ。これはどう考えても応援なんてできないんだぜ。甘いわねマリサ世の中にはね、応援しない形の応援だってあるのよ。意味がわからないんだぜ。そうね、代表的な例を挙げるとするなら、マリサ、スターウォーズのエピソード3は見たことあるかしら？懐かしいんだぜ。見たことあるんだぜ。主人公のアナキン・スカイウォーカーを見てどう思った？辛かったんだぜ。アナキンダメだ、アナキンやめろアナキンって、心の中で叫びっぱなしで。そうなのよ、ちゃんと事情となぜそうなったのかを視聴者が理解してくれていれば、もうやめるんだっていう応援が成り立つのよ。そう言われるとなんとなくわかるんだぜ。そんなわけで、レーン解説や考察は急遽予定を変更して、ハサウェイ解説、考察にしたいと思うわ。レーン待っていてくれた方には申し訳ないんだぜ。レーン語りたいのも事実だし、それはおいおいね。というわけで、今回は主人公のハサウェイがテロに走った理由を、基本的にガンダム知らない人向けに解説、考察していくことにするわ。今回はライトユーザーやガチ勢向けにはやらないのぜ。ある意味では今回の考察は全方位向けでもあるのよ。言ったなレイム。なので今回の私の主張は言い換えると、ガンダム興味ない人でも、この部分だけをしっかり理解してもらえれば、きっと楽しめるというやつよ。というわけで、なぜハサウェイがテロに走ったのかを解説、考察していくわね。ちなみに、今回は特に解説というより考察の色が濃いと思うから、ここが違うのでは、というコメントは大歓迎よ。では、長々と前置きしちゃったけど本編開始よ。なんだぜ。さてマリサ、ハサウェイがテロに走った理由答えられるかしら？いきなり質問なのかぜ。地球連邦の腐敗した官僚が法案を。そうだ、地球にいられるという特権をとかそんな感じなのぜ。そうね。複雑でわかりにくくて正解だけど大外れよ。すまん、日本語で。ここに富の作品の奥深さが現れてると私は睨んでいるわ。どういうことなんだぜ。ねえマリサ、前作の映画逆襲のシャアでシャアは地球に隕石を落とそうとしたわよね。その理由、答えられる？もちろんだぜ。シャアは人類全員をニュータイプにするため地球に住む人々を無理やり宇宙に上げようとしたんだぜ。そのための地球寒冷化作戦なんだぜ。そうね。正解だけど外れだわ。だからさっきからそれは何なんだぜ。本当の正解はねマリサ、アムロレイと決着をつけたかったからよ。シャア自身が言っていたじゃない私は世直しなんて考えてないって。そういえば言っていたのぜ。そんなわけでねマリサ私にはハサウェイにも、そういう本音があるんじゃないかと考えたの。言ってしまえば、なんでテロに走ったのって質問の一番奥深くにある原点ってやつね。原点か。そしてそこさえ理解してもらえればきっとガンダムに興味がない人でも、少なくともハサウェイだけには何かしらの共感をしてもらえるんじゃないかと考えたの。とにかく主人公よ。なんだぜ。さて、では私の考察の結論を先に言うわね。ごくり。おそらく、なんだけどもハサウェイがテロに走った理由の原点は、クエスパラヤの弔い合戦、よ。だと。ちなみに興味ない人に説明するときは、昔、目の前で自分をかばって死んだ初恋の相手の思いや無念を晴らしたいって言い換えてもらった方が良いかもしれないわね。なんだぜ。マリサ、クエスの言葉を思い出してみて。だから、あんたみたいなのを生んだ地球を破壊しなくちゃ救われないんだよ、ね。そうだったのぜ。つまりよマリサあくまでも私の考察なんだけども。
クエスは、地球が嫌いで、嫌な思い出がたくさんある。その原因をたどれば、彼女の父親のアデナウアー・パラヤに行き着いて、そして彼は、雑配した官僚なのよね。ああ、まあ、あの人は官僚としても父親としてもかなり問題ある人なのぜ。そしてクエスのもう一つの言葉チェーンに対してお前がいなければアムロのところにいられたのに。つまり、どういうことなんだぜ？クエスだって本当は、みんなと一緒にいたかったのよ。ああ、なんだぜというかクエスって13歳だもんな。去年までランドセル背負ってた子なんだぜ。そんな子に、ハサウェイはかばわれたのよ。そして目の前で死なれてしまったのよ。きつい話なんだぜ。心は当然ボロボロだった老子ハサウェイにはすがるものが必要だったんだと思うの。だから、ガルマとララーを失ってシャアがニュータイプ主義に傾倒していったように、ハサウェイもそっちに傾倒してしまったんだと私は考えたわ。実際、精神を病んでた時にマフティーという組織の黒幕と出会ったみたいだしね。でもそこを興味ない人に言ったってちんぷんかんぷんでしょうから。私なりの、興味ない人にどんな説明したらよいの？の答えはこうよ。主人公のハサウェイノアはその昔、初恋の少女を救えなかった。その少女は、連邦という組織の腐敗の犠牲者だった。そしてその少女は、ハサウェイをかばって死んでしまった。少女のためにも、連邦の腐敗を正すためにハサウェイは戦う。とまあこんな感じかしらね。せめて産業にまとめたかったけど無理だったわ。なんかもやっとするのぜ。良いのよマリサ。違和感を持つということは、ちゃんとガンダムが好きな証拠だから、いかに短く、簡潔に、それこそ週刊誌の見出しのように興味を引けるかが大事なのだと、私は思うわ。そうして、しっかりと内容を理解して好きになってくれれば5はこっちのものよ。何か、悪い奴の言いそうなセリフなのぜ。そうね、多分本当の黒幕も同じようなこと考えたんじゃないかしら？それに実際のところは、かなり未知の部分多いのよ。一応映画版逆襲のシャアの続きの短編でね、ハサウェイのお父さん、ブライトのあの話で虹に乗れなかった男、という話があるのだけど、あの流れだと、ハサウェイが有名人にならないと思うのよね。確かブライトが色々脅されて交渉に応じた結果、不問とか隠蔽とか、うっすらと覚えてるのぜ。まあ大体そんな感じね。だから明かされていない、劇場版完全オリジナルの設定が隠されていそうなのよね。確かに、それはあるかもなのぜ。なのでとにかくなんとなくハサウェイに共感を持たせて、興味を持たせて作品を楽しんでもらうこれが大事かなと私は思うのよ。それにねマリサ、実は劇場版先行のハサウェイって造語というか、作品知らないとわからない単語って少なめなのよ。そうだっけ？サイコフィールドとか、アクシズショックとか、ファンネルとかサイコフレームとか、専門用語が少なければ、セリフと言葉は結構入っていくものよ。だから案外、初心者向けガンダムなのかもしれないとこっそり思ってたりするわ。でもこの作品、スターウォーズだって、そうでしょ？大事なのは、演出だと私は思うわ。そこが素晴らしければ、結末は同じでも感想は変わるはずよ。なんだぜ。さて、ハサウェイの考察はこんなところかしらね。いかに共感してもらえるか、なのぜ。本と富の作品って難しいのよね。そして分かりづらい大きな利点であり欠点なのよね。刺さってくれればどっぷり疲れる作品なのは間違いないのぜ。そうね、そしてそんな分かりづらい作品の中でも珍しく一直線で分かりやすいのが、レインエイムくんなのよね。早くそれを語りたいのぜ。ごめんねマリサ、なるべく早く、初心者向けのふわっとしたハサウェイ解説を出したくてね。それが終わったなら、次こそレインを語るのぜ。というわけで、超初心者向け、これだけは知っておいてほしい先行のハサウェイの大事な部分は、ハサウェイは、初恋の人の無念を晴らそうとしている、よ。本当は、それこそシャアみたいに複雑でたくさんの事情が折り重なっているのだけれど、興味ない人にはきっとこれだけで十分よ。というかこれが限界よ。ここさえ分かってくれていれば、きっとハサウェイの葛藤や、逃げ惑いながらの、本当にひどいの言葉にも、共感してくれるんじゃないかしら。そこさえクリアできれば、この作品は間違いなく超名作だから、素晴らしい映像、戦闘、描写、音楽すべてが刺さってくれると思うわ。興味さえ持ってくれれば、内容は自信ありなのぜ。あと、チャンネル登録や高評価ボタンを押してもらえるとプシと私が踊って喜ぶわ。おう。では、ぜひまた見てね。またななんだぜ。